G ラインスタンダードアーマーとライトアーマーを作っていきたいと思います。 G ラインスタンダードアーマーの説明書です。プレ版でよくあるタイプの白黒の説明書です。ライトアーマーも基本的には同じです。スタンダードアーマーが12のパーツで、ライトアーマーが13のパーツになります。それとシールが1枚入っていますが、積んでみてもほとんど変わらないです。スタンダードアーマーはホワイトのパーツが3枚、ダークブルーのパーツが2枚、ブルーの外装パーツが2枚、ダークグレーの武器などのパーツが3枚、多色成形のパーツが1枚と SB13 のビームサーベルのパーツが1枚です。シールが1枚入っています。あまり多くはないです。ライトアーマーはホワイトのパーツが3枚、武器などのダークグレーのパーツが3枚、ダークブルーのパーツが2枚、多色成形のパーツが1枚、G ラインライトアーマーと書かれた赤色のパーツが2枚、赤色のパーツは外装パーツになります。黄色のパーツが1枚と SB13 のビームサーベルのパーツが1枚です。ライトアーマーの方がシールは少ないです。手前側がスタンダードアーマーで、後ろ側がライトアーマーです。見た感じは違いがないので、手前のスタンダードアーマーを使って可動域を見てみます。頭部は前後に結構動きます。上下にも結構動き、簡単に一周回すことができます。腕の付け根の部分は手前側に動かすことができます。ショルダーアーマーは上側に少しだけ動きます。腕は一周回すことができます。腕は外側には90度ぐらい曲がり、この部分が一周回ります。肘の関節の下側も一周回ります。腕を曲げてみます。腕はかなり曲がり、当たる直前ぐらいまで動きます。ハンドパーツはボールジョイントなので結構自在に動きます。腰の部分は前後と左右に動きます。干渉するものが腰の周りに全くないので、簡単に一周回すこともできます。小さいフロントアーマーは回転します。サイドアーマーは外側と前後に動きます。リアアーマーは動くところがないです。股関節部分は少しだけ前後に動き、可動域が広がります。前方にはフロントアーマーに当たるまで動きます。後ろ側も同じぐらいまで動きます。外側にも90度以上動きます。ダークグレーのパーツの下側が一周回ります。足は当たるまで曲げることができます。現在は引き出した状態ですが、押し込むことができます。足首は左右に当たるまで動きます。前後にも動き、一周回すこともできます。くねくねとよく動きます。バックパックを高機動用に変えます。バックパックを外してビームサーベルの取り付け部分を差し替えます。差し替えたら背中に取り付けます。これで高機動用になりました。スタンダードアーマーを取り付けていきます。この部分の胸部の外装パーツを左右外します。青色の外装パーツを先ほど外した部分にはめます。外装パーツの突起部分をショルダーアーマーの穴に差し込みます。反対側も同じように取り付けておきます。足に外装パーツを取り付けていきます。膝の部分の外装パーツをはめます。後ろ側にも外装パーツをはめておきます。反対の足も同じようにはめていきます。先ほど取り付けたパーツの突起部分にはめていきます。足のこの部分にはめていきます。反対の足も同じように取り付けておきます。フロントアーマーを上側に回転させて外装パーツの穴を差し込みます。白色のパーツを使ってリアアーマーをはめます。穴があるので突起部分をはめます。サイドアーマーに外装パーツをはめていきます。これで G ラインから G ラインスタンダードアーマーになりました。もともとがあまり何もなかったので、かなりボリュームが増しました。フル装備ガトリングスマッシャー仕様です。まずはバックパックを高機動用に変えます。ビームサーベルは外しておきます。このパーツにビームサーベルを挿しておきます。リアアーマーの穴の部分に突起部分を差し込みます。バックパックの穴にガトリングスマッシャーをはめます。最後にバックパックの上部に外装パーツをはめます。腕の穴にシールドの突起部分を差し込みます。シールドは回転させることができます。ビームサーベルを持たせてみます。リアアーマーのビームサーベルの持ち手部分を外します。
エフェクトパーツを取り付けてハンドパーツに通します。振ってみても落ちないので保持力はあります。ビームライフルを持たせてみます。ビームライフル用のハンドパーツをグリップ部分にはめます。腕に取り付ければビームライフルを持たせた状態の完成です。大きい武器ではないので保持力は全く問題がないです。取り付けたパーツの可動域を見てみます。ガトリングスマッシャーは前後に動きます。白いパーツは上下に動きます。リアアーマーは少しだけ動くようになります。フロントアーマーは大きく手前側に動きます。サイドアーマーは外側と前後に動きます。ショルダーアーマーは外側の部分が動きます。足はこの部分が回転します。この部分も上下に動きます。フル装備ガトリングスマッシャー仕様にビームライフルを持たせた状態です。一段とボリュームが増しています。ライトアーマーを取り付けていきます。赤色のパーツの後ろ側を押してやると手前側が浮くので外します。穴が開いてある赤色のパーツに差し替えます。穴に突起部分をはめます。このパーツを外してアンテナのあるパーツに差し替えます。ショルダーアーマーを上側に動かして横側のパーツを外します。ショルダーアーマーの穴に外装パーツの突起部分を差し込みます。反対側も同じように取り付けておきます。腕の穴に外装パーツの突起部分をはめます。足に外装パーツをはめていきます。膝の部分の外装パーツをはめます。反対の足も同じように取り付けていきます。足の後ろ側の下側のパーツをはめます。上側のパーツもはめておきます。反対の足も同じように取り付けておきます。リアアーマーの穴に外装パーツの突起部分をはめます。サイドアーマーをはめておきます。これで G ラインライトアーマーの完成です。シールドの持たせ方やビームライフルの持たせ方は同じなので飛ばしています。ビームライフルの形状が少しだけ違います。フル装備ミサイルランチャー仕様です。まずはビームサーベルを外します。バックパックを高機動用に変えます。このパーツをリアアーマーの穴の部分に差し込みます。先ほど外したビームサーベルをこの穴の部分に差し込みます。バックパックの穴に外装パーツを取り付けます。バックパックの上側に外装パーツを取り付けて完成です。ミサイルランチャーがつくだけでもだいぶ雰囲気が変わります。バックパックが変わっているので、後ろ側の雰囲気がだいぶ変わっています。ミサイルランチャーはボールジョイントなので結構自在に動きます。白い部分は上下に動きます。ショルダーアーマーは上側に動きます。サイドアーマーは外側に動き、回転させることができます。干渉する部分がないのでかなり大きく動きます。足のパーツはこの部分が展開が可能です。取り付ける場所は同じですが、取り付け部分のパーツの形状が変わっています。ビームサーベルの持たせ方は同じなので飛ばしています。このキットの感想です。スタンダードアーマーとライトアーマーのキットですが、 G ラインの段階ではほとんど同じものになります。ライトアーマーの頭部の右側の形状が少しだけ変わっています。ライトアーマーというだけあって、スタンダードアーマーに比べるとかなり武装が軽量化されています。可動域としてはほとんど同じですし、ビームライフルの形状が違うぐらいで、あとは好みの問題かなと思います。色分けはシールを見ればわかりますが、ライトアーマーの方が少ないので色分けは優秀です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。